平筆のタッチ生きてるでしょ。ここにね、大きい木を描きますからね。ほら、光と立体が見えてきましたよ。はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？どう？元気？よかったね。柴崎はね、ちょっと油断したらね、夏風邪をひいてしまったんだけどね。でももう元気になりました。あなたのおかげです。ありがとう。いつもね、柴崎の動画を見てくれて、たくさんの本当に心温まるコメント、そして高評価。これもね、本当に感謝してます。感謝してるのにね、こんなこと言っちゃちょっと恥ずかしいんだけど、もしよかったらね、まだの方はね、ちょっとチャンネル登録もね、していただけると、本当に助かります。さて、今日はですね、これを使って書こうと思います。これです。ね。アクリルガシですね。はい。柴崎NHK のね、中でもこれ使ってましたよね。ちょっとね、絵描きたいんだけど、画材の扱い難しそうだなと思う方は、これいいですよ。ね、今日柴崎使ってみせますからね、楽しんでください。どんな絵を描くか。ちょっとこう、光いっぱい降り注ぐね、南フランスあたりのね、風景画をやってみたいと思います。さあ、ではどうなるか。一緒にアクリルガシを使った絵の描き方、楽しんでくださいね。さあ、それでは描いていきましょうね。まず、横の線、縦の線。こんな感じですね。非常に大雑把な描き方ですね。ここ道です。ここ丸く。ここ樹木ですね。はい。ちょっと当たりをつけておきましょう。このくらいでいいかな。さあ、では塗りましょう。まずね、とても素敵な青空からいきますよ。はい。ポン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 と塗っていきます。今日ね、少し早送りをしながら、この絵のね、進み具合、全体をあなたにお見せしたいと思いますね。どんな色をね、どんな風に重ねてるかね、そこら辺、ちょっとね、注目しながら、この、絵の進み具合、ぜひ、一緒にね、体験し、楽しんでくださいね。はい。さあ、雲のあたりを少し描き始めました。パッ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 とこうですね。はい。まず、大きく色を入れてます。このアクリルガッシュってのはとてもいいんですよね。はみ出しても塗り残してもね、失敗してもまた上から塗ればいいしね。だからとてもある意味では、気楽にですね、描くことができます。ぜひあなたもね、試してみてくださいね。さあ、今、全体にブルーっぽい色で始めました。このように同じような調子で絵を描き始めると、すごく、まとまりのいい作品を作りやすいんですね。はい、こんな雰囲気です。でもブルーっぽい色でも様々でしょ？あと柴崎はね、平筆を使ってます。こういう時はね、不透明な画材に塗るときは平筆、柴崎大好きなんですけどね。はい。これはね、道の両際に立つ、塀のような、屋根のある建物ですね。それを描いてます。はい。こっちも思いっきり暗い色ですね。不透明は、画材っていうのはね、暗い色が先、明るい色が後というのが一般的な手順なんですけども、今日はね、あまりそんなことを考えないで、とにかくのびのびと楽しくね、描いていきたいと思います。はい。円形の樹木ですね。平筆のタッチ生きてるでしょ？どうですか？ねえ。そうなんですよ。はい。トン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 、パッ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 とね、色を重ねていきますよ。どうかな？色の重ね具合がわかるでしょ？はい。この辺りになると明るい色が後という手順が見えてきますね。そして屋根ですね。思い切って鮮やかな色も足しましょう。暗い色もですね。はい。
さあ、なんとなく形になってきましたね。うん。こう、割り切った筆遣いで書いてるから、見てて小気味いいでしょ？はい。そうですね。さあ、それでは、道のね、行き先のところにある、ちょっと大きめの建物ですね。はい、お約束のオレンジ色の屋根瓦ですね。はい、こんな感じです。色を重ねましょう。そして白壁ですね。そうは言ってもいろいろな色を上と重ねて、色味に変化をつけてます。はい、窓ちょっと描いておきます。さあ、これは何でしょうね。なんか少し具体的な形に見えてきましたね。はい。こういうなんか少しこだわりも大事ですね。さあ、今度は道の右側なんですね。この建物も同じように描いていきます。さっさっさっとね、左手のタッチを生かしてますよ。はい。では、空の雲を書き込んでいきましょうね。白い雲を描くんですけども、ホワイトだけで描くんじゃないんですね。どんな色を重ねるか見てくださいね。どう？結構面白そうでしょ？はい。白っぽいんだけど、でもね、光の強く当たったり弱く当たったりで少し立体にしていきます。どう？立体見えてきたかな？こうだよね。さあ、大きな雲ですよ。だいぶ色がね、重なりましたね。はい。それでは、今度はこちらの樹木とかね、だんだん細かいところに入っていきます。そしてね、ここにね、大きい木を描きますからね。見ててくださいね。まず暗い色からです。はい。そして大きな木の塊を頭に思い浮かべながら描いてますよ。平筆のタッチをね、残すように塗ってます。そして光の当たった明るくて暖かい葉っぱの色ですね。ほら、光と立体が見えてきましたよ。ではこっちにも光をつけましょうね。こんな感じです。これで光が見えるんだよね。ちょっと、もうちょっと色を2つにしておこうかな。このくらいいいかな。この場合もでも遠い近いは忘れないようにしなきゃいけないですね。遠くはあんまり描きすぎない方がいいですね。はい。樹木ができてきました。どうかしら。では道ですね。道に明るい光は落ちてます。眩しい感じですよ。はい。どうかな。影のところにも光が起こってますね。道の真ん中に少し草を生やそうかな。うん。こんな感じだよね。ほら、ほら。ね。はい。では、ちょっとこんなとこも、シャシャシャっとね、タッチ生かして、ツタの部分ですね。はい。では、空とかですね、全体のお互いの関係を少し、調和をとっていきましょうね。はい。雲もこの回少し抑え気味もいいですね。では、この屋根の上のこの構造物ですね。実はこんな塔だったんですね。はい。できてきましたよ。ほら。ではこっちにね、ツタの部分とか細部をちょっと描いて、ここに赤い花を描きましたよ。
はい。それでは、柴崎のサインを書いて終わりとしましょう。楽しかった？はい。よいしょっと。はい。これで光いっぱい降り注いだ風景、出来上がりです。はい。ねえ。書き上がりました。どうだった？結構書きやすそうでしょ？そうなんですよ。早く乾くからね、油みたいにね、待つのがね、大変っていうことなくて、どんどん書いていけるしね。上重ねていけるからね。本当に書きやすいです。やってみてください。あとね、お知らせがちょっとあります。もう何回もお知らせしてるんだけどね。これです。ね。グラシック社さんから出てる柴崎のね、透明水彩で風景画を描こうっていうね、この黄色い本です。これね、おかげさまでね、増刷を重ねまして、第3版目となりました。柴崎一応言うのは変だけどね、結構、ためになるよ。水彩画の本なんだけども、でも水彩画を描かなくてもね、絵の基礎的なお話としても楽しめるかなと思います。もしよかったらね、ご覧ください。それからですね、アートクレヨン教室のお知らせですね。柴崎は月に1回、ペンテルさんと柴崎が共同開発したアートクレヨンを使ってね、お教室を開いてます。場所は、なんと、ペンテルさんの本社の中にある素敵なお教室です。柴崎と一緒にやってみたいというあなたはね、何にも持たなくて、ただ会場に来てくれればいいです。画材のね、クレヨンは無償で差し上げます。もちろん、紙とかね、なんか全部差し上げるからね。そのままあなたはくればいいです。そして、柴崎と一緒にお絵かきしましょう。ね。もう一つですね、お知らせがありまして、それはね、オンラインによる水彩画教室のお知らせです。柴崎がですね、オンラインでこの水彩画の教室をやるんですけども、普段ね、YouTube の中ではね、お伝えしきれない絵の描き方。ね、水彩画を使った絵の描き方をですね、もうリアルタイムにお届けします。だからあなたもね、画面の向こうで、チャットを通してね、柴崎と、お話ししながらね、一緒にお絵描きしましょう。で、これのいいところはですね、見逃し配信があるということなんですよ。だからね、ちょっと今度ね、書き遅れちゃったとかね、あったら、また後でね、何回でも見直してね、お勉強し直すことができるんですね。オンラインの水彩画講座ですよ。はい。今お知らせした3つ、この本ですね。そして、アートクレヨンを使ったクレヨン教室。あと、オンラインの水彩画講座。このいずれも、この動画の概要欄からね、見て、ぜひ、お申し込みください。柴崎もね、あなたとね、一緒に絵を描けること、楽しみにしてます。まだまだこれから暑くなるっていう感じもあるからね。場所によっては40度って言ってるもんね。体調管理気をつけましょうね。はい。そしてまたすぐにお会いしましょう。はい。今日も長い時間見てくれて本当にありがとう。はい。ではまたすぐにお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。柴崎でした。